本日はオーソリニア配列のキーボードキークロン Q15MAX です。キーの配置がずれてないでしょ？果たしてその使い勝手はどうなんでしょうか？ということで皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、こちらキークロン Q15MAX オーソリニア配列ですね。コペックジャパンさんよりレビューに送っていただきました。ありがとうございます。詳細は概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。本日はですね、多分多くの皆さんがいつも使い慣れているロースタッカードと呼ばれる配列から、今回はね、この格子配列への乗り換えができるのかという点も含めて見ていこうと思います。で、早速見ていく前なんですけども、コメントをね、いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そしてチャンネル登録まだの人はぜひね、チャンネル登録をお願いします。ということで、早速見ていきましょう。はい。ということでね、早速外観からチェックしていきましょう。キークロン Q15MAX は 65% コンパクトのオーソリニア配列、このね、格子状に並んでるでしょのキーボードになっています。QMAX シリーズということなので、これね、本体はアルミニウムでできております。こう。ね。質感はね、めちゃくちゃ高いです。機能的には Mac Windows 対応、有線無線対応、RGB バックライト対応、VIA 対応によるキーマップの変更に対応、打鍵感と音を高めるための本体構造、本体カラーはブラックとホワイトですね。僕はいつも通りホワイトをチョイスしております。キークロン Q15MAX はですね、オーソリニア配列といって、格子状、こうね、縦横、整然と並んでいるわけですね。で、多分ですけど皆さんがいつも慣れ親しんでいると思われるロースタッカードですね。これですね。これは、Q1MAX ですけど、行がずれているわけですね。斜めにずれているわけです。で、これはですね、古のタイプライターが起源で、キーを打鍵するためのアームが絡まないようにするための名残なんですよね。で、そしてね、オーソリニア配列は、これ格子状にね、並んでいるんですけど、この Q15MAX は、見たらわかるとですね、この QWERTY ということで、基本的にこれクワーティ配列ということなので、割とですよ、割といつも使っているキーボードからの移行は、やりやすいんじゃないかなというふうにも思ったりするわけですけど、どうなんですかね。で、この格子配列のキーボードというのはですね、ずれてない分だけ、配列をね、効率的にね、配置できるんですよね。これ、Q1MAX とこの Q15MAX を比較するとですね、こんな感じで、かなりね、このカーソルキーのとこまで含めると、かなりコンパクトにできていますよね。65% と 75% なので、実際には、このファンクションキーの部分がね、Q15MAX にないんですけども、とはいえですよ、こんな感じの、コンパクトな感じで、配置ができているということなんですね。で、格子配列といえばですが、はい、これね、点キーって格子配列ですよね。そう考えると、いや、だったら割と簡単にいけるんじゃんっていうふうに、思うわけですよ。いや、思うかわかんないけど。ということにはならないんですけど、この指の動き的にはですね、この指の動き的には、この行を移動するときに、これね、基本的にはこう斜めに動いてるんですけど、格子配列の場合は、上に動くんだよね。今まで以上にちょっとだけ、上下を気にする必要があるんですよね。果たして入力しやすいかどうかというのをね、どんな癖があるかというのは後半で紹介していこうと思います。レイアウトについても見ておきましょう。気になる点とすると、まずノブが2つついてますね。で、左側はですね、ノブがある影響で、エスケープキーが1段下に下がっているわけですね。で、これ見たらわかるんですけど、エスケープ、キャップスロック、シフト、コントロールなので、タブキーが省略されています。そして、右側を見ると、プラスのキーがないですね。マイナスのところの横が、バックスペースになってます。それから、シフトキーがね、短いことと、カーソルキーとこのデリートの位置関係っていうのを確認することができるわけですね。
最初見た時はね、おっとびっくりするかもしれないです。ただですね、キーマップの変更っていうのは自由にできるので、自分の入力しやすいね、変更をすればいいんじゃないかなと思います。僕の変更をしたっていうところについては、後ほどね、ご紹介しますね。で、そして嬉しいのが、こちらですね。分割スペースバーですね。僕がね、普段使いしているのは、これキークロン Q1MAX なんですけど、これがね、分割スペースバーだったら、いろいろと使い道があるなと思うわけで、そういう意味でもね、分割スペースって実はもっと流行ってもいいんじゃないかなと思いますね。はい。そうしましたら本体の他の部分もチェックしていきましょう。本体の後ろにはですね、はい。有線無線の切り替えスイッチ、それから Mac、Windows の切り替えスイッチ、そして USB-C のポート、無線用のアンテナ部分ということになっております。で、底面にはですね、アルミニウムなので、本体調整の足はありませんが、これね、本体にはいつも通り、角度がちゃんとついてますので、発見はしやすいなと思います。とはいえ、これ本体は結構高さがありますので、リストレストはあった方がいいんじゃないかなと思いますね。打鍵感についても見ておきましょう。打鍵感は大変気持ちいいですね。CNC アルミニウムの本体、静音性を高めるためのアコースティックフォーム、そしてダブルガスケットマウント、QMAX シリーズの名に恥じない構成になっていると思います。実際に使うとわかるんですけど、このガスケットマウント構造のキーボードは打鍵の底打ち時の指へのフィードバックが柔らかくてね、とっても心地いいんですよね。はい、ですね、キーキャップも見ておきましょう。はい、キーキャップはですね、よいしょ。XDA 大サブ PBT というものになっています。このキーキャップはですね、確かレトロキーキャップセットとしても発売されていたことがある形状なんですね、XDA っていうのはね。でなるべくこう平面になるようなキートップの形状になっているわけですけど、きちんとここはえぐられてる感じですかね。こう、球面状にえぐられてる感じでございますね。で、僕がいつも使っている OSA プロファイル PBT ダブルショットとは、形状も厚みも違うので、この辺はね、音に違いが出てくるという感じですね。はい。で、続きまして、スイッチですね。スイッチは今回も僕は、ゲートロンジュピターバナナをチョイスしました。しっかりしたタクタイル感と気持ちいい打鍵音がね、これ本当にいいんですよね。打鍵した感じはまさに QMAX シリーズのバナナということで、オペレーティングフォースはですね、59プラスマイナス 10GF とちょっと重いんですけども、ガスケットマウントがね、キーキャップの凹を優しく受け止めてくれるわけです。それでありながらね、しっかりとしたタクタイル感を味わうことができるわけですね。で、このバナナスイッチはですね、決して静かなスイッチではなく、むしろ、かなり音が出る方だと思うんですけども、ただね、その音がとてもね、気持ちいいわけです。で、Q1MAX と音を比較してみたんですけども、やっぱりね、キーキャップの違いによるものも大きいのかなという感じですね。僕はですね、Q1MAX は OSA プロファイルに変更してるんですけども、OSA プロファイルの方が若干高さがあるので、音の鳴り方が Q1MAX の方がね、高い感じがするわけですね。それからですね、打鍵音的にもうちょっとだけ触れておくと、こちらですね、スペースバーが短い分だけ、このスペースバーの音は Q1MAX よりもいいと思います。なんかのね、レビューでも僕言ったんですけど、キーコロンはこの長いキーキャップを支えるスタビライザーがですね、今一つのことが結構多いので、このスペースバーの音がね、カチャカチャしがちなんですけども、Q15MAX のスペースバーはですね、この Q1MAX と比較しても全然半分以下の長さになっているので、カチャカチャ音というのは減っているわけですね。
で、結局僕ね、2、3週間ほど使い込んでみて、割と自由に入力できるようになりました。コンパクトな見た目の可愛さと、実際に入力している時の指の動きの少なさっていうのは、結構ね、小気味よく入力できるのかなと思いますね。で、個人的に再確認できたことを言っておくと、割とね、フィーリングで入力してるんだよね、僕ね。過去動画でも何回か言ってますけども、僕はね、このホームポジションの入力ができないので、なんとなくね、雰囲気で入力してるんですよね。例えば、B のキーですね。B のキーを左で打ったり、右で打ったりするっていうことがあるわけです。それから、左手のね、小指をほとんど使わなかったりするわけですね。でこのレイアウトは、コンパクトにできているんだけど、指の動きが結構ね、強制されるんですよね。なので、やっぱりね、普段からホームポジションで入力できている方が何事にもいいんだなということが分かりました。で、結論から言うと、多少の誤入力はありますが、オーソリニア配列でもね、問題なく入力できるようになったんじゃないかなと思いますね。結構自分でもびっくりしてるんですけども、やっぱりこの基本、クワーティ配列っていうのが重要なのかなと思いますね。で、あとは、MacBook の上に置いた場合ですね。もう気持ちいいほどにフィットするわけですね。タイプスティックスを使うことで MacBook の上に載せちゃうことができるわけです。この場合は気持ちいいほどフィットするので、孫子スタイルでね、入力したい人は参考にしてみてください。はい。ということで、使いこなすために変更したキーマップをちょっと紹介しておきます。まずですね、このキャプスロックはいらないので、タブキーに変えてます。で、それからこの FN1 キーは、Any キー設定にしていて、ワンタップで右オルト、で、長押しで、レイヤー切り替え機能にしています。で、こっちですね、このキーはもともとノーアサインなので、左オルトキーに当ててます。で、これでですね、僕は、全角、半角っていう入力をできるようにしました。これは、他のキーボードと同じ機能の割り当てにしてますね。で、僕の日本語入力の方法っていうのは過去動画で設定を解説してるんで、よかったらね、参考にしてみてください。それから、この右スペースバーは、僕は今回バックスペースに割り当てています。ちょっと遠いのでね。で、このバックスペースは、プラスに割り当ててます。そして、この左のスペースは、Any キー設定にしていて、単押しだとスペースで、長押しでレイヤーを切り替えています。で、レイヤーを切り替えつつ、この789456123みたいに、ここを、点キー設定にしているので、このスペースキーを押しながらここを打つことで、点キーパッドですね。これと同じにしてます。はい。こっちに持ってってもいいんだけど、このままでここを使えるようにしたっていう感じですかね。キーを長押しでね、レイヤー切り替えっていうのは結構便利なので、多用する人多いんじゃないですかね。で、皆さんのね、キーマップ変更よろしかったらコメント欄で教えてください。で、割とね、ご入力しやすいなと思ったのは、この超音記号ですね。超音記号と、右シフトキーですね。で、このホームポジションに置いたときに、真ん中辺はね、近いキーは割と入力しやすいです。ただ、このホームポジションから遠くなればなるほど、指の動きの距離感がバグって間違えやすい傾向になるんですよね。なので、この近いところは本当に入力しやすいし、そもそも指の動きが最小で少なくなるので楽ですね。この辺はまだ僕はちょっと意識しながら入力してるんですけど、そうすることで、ちょっと誤入力っていうのは減ってるんじゃないかなと思います。あとは使いやすいように、この辺のキーマップをね、どういうふうに設定するかっていうことで、手に馴染んでくるのかなと思いますね。で、一点だけね、これリクエストを上げるとすると、この左のノブはいらないから、その分ですね、キーを配置してほしいなと思うのは僕だけですかね。ここにキーがないので、エスケープキーの位置が、ずれるわけですよ。これによってね、タブキーもなくなり、みたいな感じで、なんでそもそもこれキャプスロックがデフォルトで配置されているのかっていうのが、ちょっと謎な配置かなと、個人的には思いますね。
で、キーマッピングは自由ですけど、物理的にね、キーがないってなっちゃうと、そもそもマッピングじゃないよということになっちゃうので、この辺はね、賛否両論あるんじゃないですかね。あとは、カスタマイズしたいなってなった時に、この全部が 1U のほとんどがね、キーキャップなので、合うキーキャップがなかなかないんじゃないかなっていうところも、ちょっとね、問題というか、困ったとこですかね。ということでどうですかね。格子配列のいい点と、悪い点と、ちょっと困る点、使ってみたいなと思ったあなたね、心配な点をね、コメント欄に残してくれると嬉しいです。ということで、お値段チェックいっておきましょう。スーパーコペックのサイトで確認しています。Amazon でも販売してますので、リンクはね、概要欄に貼っておきます。キクロン 915MAX オーソリニアレイアウト。カラーはブラックとホワイトから選択。スイッチはゲートランジュピター赤、茶、バナナから選択可能でお値段が43,890円ということで、なかなかね、いい値段はしますよね。大手メーカーでのオーソリニア配列のキーボードは、なかなかね、これは希少だと思いますね。品質がね、高くて使いやすく考えられてますし、それからサポートとかもね、含めると、なかなか素晴らしいと思うんですけども、ちょっとお値段手が出ないという人もいるのかなと思いますので、個人的な提案ですが、お値段下げてね、VMAX シリーズとかで出てくると、オーソリニアキーボード界隈もね、盛り上がってくるのかなと思います。ということで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。